どうもこんにちは、じゃがいもです。最近は暑い日が続いています。今日もですね、気温が32度とかなので、とても暑いんですよね。皆さんの国では暑さをしのぐために何をしますか？日本ではたくさんの暑さをしのぐ方法があるんですけど、その一つが階段ですね。ここで言う階段っていうのは stairs じゃなくて ghost story の方の階段です。日本語って同じ音の言葉がほんとたくさんあるのでややこしいですよね。とにかく怖い話を聞くと背筋が凍って暑さを忘れるんですよね。なので暑さを忘れるために日本人は夏になると階段をしたりとか、あとテレビでもそういう番組が結構あったりします。そこで今日は皆さんに日本の怖い話をいくつか紹介して、そして皆さんと一緒に涼しくなりたいと思います。このポッドキャストに出てくる重要な言葉を最初にリストアップしておきました。まずはその言葉を確認していきましょう。都市伝説、幽霊、噂、教室、廊下、必死に、人形、引っ越し、受話器、鳥肌が立つ。これらの言葉が文章の中でどう使われているのか注目しながら聞いてみてください。それでは行きましょう。ではこれから日本の怪談を紹介していきたいと思うんですけど、一つ目はそうですね、とても簡単で短い話にしようかなと思います。まず最初に紹介するのはトイレの花子さんっていう話です。これは日本人なら誰でも知っている有名な話で、ある種の都市伝説みたいになってるんですよね。では早速行ってみましょう。こちらがトイレの花子さんっていう話です。ある小学校にはトイレの花子さんっていう幽霊がいるという噂があったんですね。噂によると花子さんは3階の女子トイレの3番目の個室にいるらしいんです。当時この学校の生徒だったさきちゃんっていう女の子もこの噂を聞いたことがあったそうです。ある日の夕方、さきちゃんは宿題をやろうとしたんですけど、教科書を学校に忘れてしまったことに気づいたんです。それでさきちゃんは学校に教科書を取りに戻ったんですね。さきちゃんは3階にある自分の教室に教科書を取りに行きました。で、その後、誰もいない夕方の薄暗い廊下を一人で歩いていたんですね。その時にふと花子さんの噂を思い出したそうなんです。さきちゃんは好奇心が強い女の子だったので、3階にある女子トイレに入ってみたんですね。3番目の個室のドアの前に立ち止まると、コンコンってドアをノックして、花子さんいますかって言ったらしいんです。そしたら中からいますよって声がしたらしいんです。さきちゃんは勇気を出してもう一回ドアをノックして、花子さん遊びましょうって言ったらしいんですね。そうしたらいきなりドアが開いたんです。
そうするとそこにはおかっぱ頭で白いシャツを着て赤いスカートを履いた女の子がいたらしいんですね。その女の子が花子さんなんですね。花子さんはさきちゃんの腕をつかむと遊ぼう遊ぼうって言って個室に引きずり込もうとしたんですね。花子さんはすごい力でさきちゃんの腕を引っ張りました。さきちゃんは必死に抵抗してなんとか逃げることができたんですけど、翌日学校で友達にその話をしたら他にも同じ経験をしてる子がいたらしいんですね。で、やっぱりあの噂は本当だったんだなって思ったそうです。というのがトイレの花子さんっていう話なんですけど、このトイレの花子さんっていう噂は日本中いろんなところにあって、結構地域によって内容が違ったりするんですけど、僕が聞いたストーリーはこんな感じですね。花子さん以外にも日本の学校には結構いろんな怖い噂っていうのがあるんですよね。僕の行ってた中学校にも一つ怖い噂があって、夜になると中学校の周りをカッ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 って言いながら走っているおじさんがいるっていう噂があったんですね。彼はカッカおじさんって呼ばれていたんですけど、彼は夜にしか現れないので、誰もはっきりと彼の顔を見たことがある人はいなかったんですけど、ただ僕の友達が昼間学校の周りを歩いている時に、カッ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 って言いながら走っているおじさんを見たそうなんですね。で、よく見ると、そのおじさんは僕らの体育の先生だったそうです。それ以降、その体育の先生は、カッカーっていうニックネームが付けられました。では、2つ目の怖い話を紹介します。この話は何年か前にインターネットで結構話題になった話で、トイレの花子さんよりかはちょっと怖くて、ちょっと難しいかもしれません。メリーさんの電話と呼ばれる話で、こんな感じです。昔、あるところに女の子が住んでいました。その女の子は小さな頃から一つの人形をとても大事にしていて、彼女はその人形にメリーさんっていう名前をつけていたそうです。ある時、その女の子の家族が引っ越しをすることになったんですけど、もちろん彼女は新しい家にメリーさんを持っていくつもりだったんですね。でも、引っ越しの最中にゴミに紛れてメリーさんの人形は捨てられてしまったらしいんです。彼女はとても落ち込んだらしいんですけど、両親が彼女のことを哀れに思って新しい人形を買ってくれたんですね。で、女の子は新しい家での生活にも慣れて、両親に買ってもらった新しい人形を大切にしていたらしいんですね。で、メリーさんのこともすっかり忘れてしまったそうなんです。で、そんなある日の夜、家に電話がかかってきたんです。女の子の両親がまだ家に帰ってきてなかったので、彼女が電話に出たんですね。で、彼女がもしもしって言って電話に出ると無言だったそうなんです。もしもし、どなたですかって聞いても
全く返事がなかったそうで、そこで電話が切れてしまったそうなんです。そして次の日の夜も電話がかかってきたそうなんですね。で、彼女がもしもしって電話に出ると、また無言だったそうなんです。で、彼女がもしもし、どなたですかって聞いたら、私はメリーさん、今ゴミ捨て場にいるのって声がしたらしいんですね。で、彼女がって言うと、ガチャンって電話が切れてしまったらしいです。で、女の子は捨ててしまった人形メリーさんのことを思い出したらしいんです。そしたらその直後にまた電話が鳴ったんですね。彼女はまたかと思ったらしいんですけど、両親からの電話かもしれないので電話に出たそうなんです。で、彼女はもしもしお母さんって聞いたら、私はメリーさん、今〇〇駅にいるのって声がして、そこで電話が切れたそうなんです。で、その電車の駅は彼女の家のすぐ近くだったらしいんですね。彼女はだんだん不安になってきたんですけど、また電話が鳴ったんです。で、彼女は電話に出て、もしもし、お母さん、早く帰ってきてって言ったんですね。そしたら、今度は、私はメリーさん、今、バツバツの前にいるよって声がして、また電話が切れてしまったみたいなんですね。そのバツバツっていうのは、その女の子の家のすぐ近くにあるお店だそうです。で、彼女はそのメリーさんがどんどん近づいていることに気づいて、怖くなったので母親に電話しようとしたんですね。そしたら彼女が受話器を取った瞬間にまた電話が鳴って、彼女がはいって言うと、私はメリーさん、今あなたの家の前にいるのって声がして、また電話が切れたそうなんです。彼女は怖くて震えが止まらなくなって、急いで電話の線を抜いて、で、窓から外を見たそうなんです。外はもう真っ暗で、家の前の道には誰もいなかったそうです。で、彼女は玄関のドアに鍵をかけてから自分の部屋に閉じこもろうと思って階段を登ろうとしたんですね。そしたらまた電話が鳴ったんです。さっき彼女が線を抜いた鳴るはずのない電話が鳴ったんですね。で、彼女は恐怖と怒りで混乱してしまって、そして電話に出たんですね。彼女は、もう一体あんた何なのよ、誰なのって言ったらしいんです。そしたら電話の向こうから、私はメリーさん、今あなたの後ろにいるのって声がしたらしいです。と、これがメリーさんの電話っていう話ですね。いや、これ結構怖いですね。僕は読んでいて鳥肌が立ちましたね。で、さっきも言った通り、今日は結構暑いんですけど、暑さを忘れてしまいましたね。いや、正直最初は怖い話なんか読んでも、暑さを忘れることなんかないだろうって思ってたんですけど、実際結構効果がある気がします。皆さんは暑い時に暑さをしのぐためにどんなことをしていますか？もしよかったらコメントで教えてください。ということで、今回のポッドキャスト、この辺で終わりにしようと思います。このポッドキャストが面白かったり参考になったっていう方は、ぜひ、LIKE ボタンのクリック、
チャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃがいもでした。さようなら。私はメリーさん。今、あなたの後ろにいるの。